こんにちは、アンドクラフト 3D です。今回はこちら、大幅な進化を遂げてついに発売された RG-RX78 の2ガンダムバージョン 2.0 です。ついに来た。今回も当チャンネルでおなじみのクレーンで組み立てと稼働テスト、そして最後はカタパルト発進、行ってみましょう。まずはバージョン 1.0 の箱と比べると驚きの同サイズ。ここに進化が凝縮されている。早速開封。このサイズ感でも内部フレームのディテールすごすぎ。造形や筋彫りもシャープですな。さらに外装はアンダーゲートが多用されているので、パチ組みや素組みでも簡単に綺麗に仕上がりそうですね。今回はリアリスティックデカールも、なんとカメラ周りはデカールを貼らなくても作り込まれているのに、さらに2種類から選択可能。至れり尽くせりですな。組み立て説明書は通常の組み立て手順ですが、今回は内部フレームからの組み立てもウェブ上にあるので、内部フレームからクレーン組み立て行ってみましょう。フェーズ1、内部フレームのミニクレーン組み立てと稼働テスト。今回のコアファイターはバージョン 1.0 と比較するとそこまで変わりなさそうですが、個人的にキャノピーが地味に嬉しいクリアブルー。さらに後ろ回りのディテールもよくできていますですね。コアファイターの変形は従来と変わりませんが、可動追従ギミックがあるので、変形後の前面はパーツが複雑に入り組んでいますです。さらにこの可動追従ギミックですが、曲がるだけかと思っていたら二軸になっているので伸びながら曲がるという、このサイズではありえないぐらいに曲がってくれますですね。144分の1とは思えないですな。まずは内部フレームの状態で稼働テスト行ってみましょう。こんな感じで稼働テスト装置は可動軸をスライドして長さ調整ができますです。そしてハンドカーツをボルトで固定して腕を取り付けますが、今回は保持力がある分動きが硬いのでうまく動くでしょうか。それでは腕の可動テスト行ってみましょう。さらに脚部の可動行ってみましょう。とりあえず内部フレーム完成。とにかく全身に余計な隙間がなく、思っていた以上に
内部の密度感がすごかったですね。今回は撮影の都合で内部フレームの組み立て説明にはない股の白い部分はつけたままですが、実は赤いパーツで白パーツが外れにくくなっていて外せませんでしたです。ロック機構優秀すぎる。フィールドモーターの小さい丸パーツのロック機構も感激ですな。ビームサーベルもバックパックが稼働する解釈がいい感じですね。バックパック横の稼働したところに細かいディテールがあるあたり、芸が細かいですな。めちゃくちゃ地味だが、膝立ちの時のつま先の設置感がすごいです。それではいよいよ外装周りのクレーン組み立て風景行ってみましょう。フェーズ2、下半身の外装クレーン組み立て。足のスライドギミック稼働テスト。稼働テスト装置との取り付けは余ってるランナーを再利用していますです。それでは足の稼働テスト行ってみましょう。4、上半身をミニクレーンで組み立て。腕の引き出しギミック稼働テスト。それでは腕部分の動きも見てみましょう。6、稼働範囲などのレビュー。変形後のコアファイターの合体はかなりきつめですが、背中のロック機構が締まるところまで押し込む感じです。そして背中のロック機構をロックしますです。胸部の上下分割ハッチを閉めるとなんだかワクワクしますな。そして稼働範囲のチェック。胴体の上下はコアファイターの追従範囲だけだと意外と稼働範囲は小さいですが、コアファイターから上がさらに稼働するのでかなりの稼働範囲ですね。
体の横方向もいい感じで動いてくれますです。そしてバージョン 1.0 ではそれほど動かなかった胴体のひねりはバージョン 2.0 ではがっつりと動いてくれますです。ここですごいのが胴体をひねった際に見えるディテール。外してみるとめちゃくちゃ作り込まれていますです。腰アーマー内側も144分の1とは思えない作り込み。見えにくいところもよくできていますな。足のスイング機構周辺は複雑ですが意外としっかりしていますです。足が下にスイング、胴体下の白パーツは全方向にスイングとかなり複雑に動きますですね。設計上は連動して動くと思うのですが、私の場合股間の前後白パーツを交互に引き出して動いてくれる感じでしたが、元に戻すときはいい感じで連動して動いてくれましたです。ついでにバージョン 1.0 はこんな感じ。バージョン 1.0 も当時は驚きましたが、バージョン 2.0 はさらに驚き。足の上がり方をバージョン 1.0 と比較するとこんな感じでスイング機構の効果が大きいのでかなり足が上がりますですね。そしてとにかく腰アーマーのポロリがない。可動テスト装置だとかなり無理やり動かすのでぎこちない動きですが、普通に手で動かすとかなりスムーズに連動して動いてくれますです。地味にすごいのがつま先の可動。地面との接地感が大幅に向上。さらに足首可動の全方向は涙ものの可動範囲。バージョン 2.0 恐るべしですな。そしてポージングの際浮きがちな足首の横可動も十分な可動範囲ですね。開脚の可動もバッチリですな。腕の上下自体は単体ではバージョン 2.0 の方が可動範囲は狭いですが、胴体側の腕の根元と連動して動かすとしっかり上に動かせますです。胴体側の腕の根元は引き出せるのでバージョン 1.0 よりかなり動いてくれますですね。首周りの可動は横傾き方向はバージョン 2.0 はほとんど動きませんです。これは予想外ですな。その代わりに上下方向がかなり稼働するようになり、これも予想外ですが実際にポージングの際に首の横傾き可動の少なさは個人的には気になりませんでしたです。手の付け根部分は微妙なひねりができる感じで動いてくれますですね。バックパックのビームサーベルの根元の可動はより自然にビームサーベルを取るポーズが決まりやすくなるのがいい感じですね。バックパックもグレーのに色使いでメリハリがありますな。ハンドパーツは従来の可動タイプがなくなりポーズは固定ですが、数種類付属している上に細部がよく表現されているので取り替えるだけで握り手と平手のポーズが決まりやすいですね。特に指関節のディテールがよくできていますな。とにかく武器ががっちりもてます。そして武器類ですが、まずはハイパーバズーカ。ディテールはもちろんですが先端部はロック構造で抜けにくく、さらに伸縮もしてくれますです。バズーカが伸び縮みしてくれるとポーズがつけやすいですな。ビームライフルは内部の露出箇所も色違いのグレーで作られていますです。シールドは
表面の筋彫り部分の幅や深さを数種類使い分けていて、複雑な構造っぽさがうまく表現されていますね。さらに裏側はグレーのパーツが複雑なフレームっぽい作りでかなり作り込まれていますです。それではいよいよ完成編いってみましょう。バージョン 2.0 関節の保持力とポロリなしもバッチリでポージングしやすい。いかがでしたでしょうか。お時間ありましたら他の動画も見て楽しんでくださいね。今後もこのシリーズを増やしていきたいと思いますので、チャンネル登録、高評価いただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。